ロバッグがね、うんこれがね可愛いからね、欲しいと思ったんだけど、なんと、この中に入るらしい。すごい。ほら、すごいじゃん。見て、後ろ見して、後ろ裏テント型の収納ケース。やばい。可愛いじゃんこれ。へえ。タロちゃんもいる？これにお風呂の入れて、こんなちっちゃくなるんだ。可愛い。いくら？いくらだろう。書いてない？これはでもオケもこれだけで？そうだよ。違う。これはケース付きしかないんだね。これ、もうセットになっちゃうってこと？そういうことか。これだけで売ってないの？だってオケ2つ買ったらだって6600円じゃん。しかもオケはいらない。ダメじゃんこれ。高いよ。オケだけだったら1430円だから、でもなんだかんだ結構高い。この袋で、なんでそんなすんの？うわ残念。もうこれのために今日今ここに寄ったのに。うわかわいい。いや、それにすんの？温泉ポーチ。りんちゃんもいるし、なでしこもいる。わーい。かわいい。じゃあそれ買ってきな。買えた。キャン温泉ポーチ買えた。かわいい。温泉ポーチ。よいしょ。お散歩行くか。お散歩行く。お散歩行く。覚えてる？いない移動したとこ。すごいね。これソテツ？これ何ですかね。ヤシのなんていう名前なんだろう。うちにあるソテツではないの？葉っぱ似てるね。似てるけど。めいめいおいで。ちょうど開いたよ。うわ風がやばい。いいよ。やった。やった。メリー。ニコも。においで。ニコ。呼んで。ニコ。なんでそれ。いいじゃん、ニーニー。改めまして斉藤です。はい。はい、本日ですね、成佐園オートキャンプ場浜松、寒くて口が浜松の成佐園オートキャンプ場にいるんですけども、今回はですねご報告動画ということで、そしておそらく動画を出す頃には年が明けてると思うので、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ご報告動画なんですよ。なんでここにいるかっていうところからなんですけど、
ちょっと風がすごくて寒いので、車の中でちょっと続きをお話ししようかなと思います。はい。はい、一回じゃあ入りましょうか。はい。ニコさ明けましておめでとうございます。ニコです。ん。メリはメリさん。メリさん、おはよう。はい。はい、ということで、はい。今回の動画なんですけども、ご報告でございます。はい。なんと、私たち、あとニコメリと一緒にですね、移住が決定しました。嬉しくもあり、寂しくもあり、はい。はい、なんですけども、今住んでるですね、神奈川県の相模原から、実は2月に静岡県に引っ越すことが決定しました。はい。はい。ということで皆さんに動画でご報告をしようかなと思ってこの動画を撮っております。はい。寒い。よっぽど寒かったんだね。うん。鼻水が止まんないんですけど。引っ越しに関しての経緯はいっぱいあるんですけども、まあ、きっかけに関しては、一応ね、インスタグラムの方に書いておきますので、そっちを見てもらえたらなと思うんですけど、あんまりこう、ポジティブなね、きっかけじゃなかったんで、まあ、それは動画ではちょっと置いときますので、気になる方はインスタをチェックしてもらえたらなと思います。概要欄にインスタ貼ってますので、そっちを見てみてください。で、まあそんなきっかけがあり、でももともとね、引っ越し先は探してはいたんですよね、ずっとね。で、今回、まあちょっといい家が見つかりましたので、静岡の、しかも結構西の方、今いる渚園キャンプ場、浜松なんですけど、その浜松の近くに引っ越しが決定しました。結構もうしっかり東海エリアですね。うん。はるぴんさんどうですか？浜松？いや、引っ越し。あ、引っ越し？移住はまたしたいなって考えていたので、神奈川県もそうだし、山梨県とか茨城とか静岡とか、結構富士山にアクセスが今後もできそうなところとかで探していたので、すごく自分たちの希望に合った場所でお家も気に入るお家が見つかって、すごくタイミングが良かったかなとも思っております。そうだね。はい。やっぱり富士山のキャンプが大好きで、うん。いろんな場所で引っ越し先を探してはいたんですけど、うん。やっぱその富士山からね、あんまり遠くに行くのも寂しいなと思って、うん。静岡とか山梨とかでうん。探してたんですけど、まあ、たまたまこっちの浜松の方にいいお家を見つけてしまいましたので、うん。ここにしようっていうことで決定しました。今住んでる神奈川のね、お家もすごい気に入ってるんですけど、あとはね、周りの方たちもめっちゃ優しくて。そう、それが一番悲しいかな。そうだよね。うん。まあでもね、飛行機じゃないと行けないエリアとかに行くわけじゃないので、ご近所さん、周りの方にはかなり良くしていただいて、それがまず一番寂しいなっていうのと、しょっちゅう行ってた同志エリアのキャンプ場がまあちょっと遠くなるなみたいなところと、まあ、もちろんなんか全ての条件が満たされたお家っていうわけではないですけど、やっぱなかなかなくてね、パーフェクトなね条件がハマる家を探してたら、多分見つかんないんじゃないかなっていう部分もあり、それこそ土地から買って家を建てないと、ね、パーフェクトにはできないと思うんだけどね。ドッグランついてるとかね、もちろん妥協した部分もありますけど、まあでも結構90点じゃないかな。何点ですか次の家？70点ぐらいですかね。あれ低いね。なのでまた、その次の場所に移動っていうのも視野に入れつつ、まあね、またワンクッション、新しい土地でまた静岡っていうのが結構調べるとやっぱキャンプ場の聖地と言われている
しかも移住先希望地ナンバーワンと言われている場所でもあるので、今まであんまり行ったことないキャンプ場も行ってみることができると思うんで、そこも結構楽しみながらやっていけたらいいなと思います。そうですね。はい。今のお家はですね、だいたい4年ぐらい住ませてもらって、初の田舎暮らしだったんですけど、でもすごくやっぱり田舎暮らしの良さもたくさん味わえたし、田舎暮らしだとこうなっちゃうのかっていうデメリットも分かったし、かといってね田舎暮らしが嫌になったっていうわけじゃないんですけど、やっぱりまた都会に戻ろうっていうのはないんだけど、ただ次のお家は田舎暮らしっていう感じでもないかなと思っています。いわゆるね地方移住には入るかもしれないけど、地方都市と言われてるようなそのまとまった栄えてる場所ってあるじゃないですか、そういった部分に近いかなとは思います。そうね、都市でもないですけど、なんで、今後は地方移住のスローライフっていう形で、暮らしも含めて発信していけたらなと思っておりますので、それからキャンプに関しても静岡のエリアにはいますので、あんまり見てる方からしたら変わったエリアじゃないと思うんですけど、ちょっと道志村はね行きづらくなるかなっていうのはあるんで、富士山の方面のキャンプが増えるとは思うんですけど、そうだね、あとは新たに長野とか、岐阜とか、関西方面のキャンプ場にもじゃんじゃん遊びに行きたいなっていうのもありますし、そうだね、三重とかね、奈良とかね、そっちの方まで行くのも行きやすくはなったので、どんどんそっちのキャンプにも挑戦していきたいなと思っております。なのでそっち本当に関西と関東の間に移住するような感じなので、近いキャンプ場っていうのは減っちゃうと思うんだけど、どこにでも行きやすいっていう意味ではいいところかなと思っておりますので、東海地方とかあと関西の見てくれてる皆さん、おすすめのキャンプ場があれば、ぜひぜひコメントで教えていただきたいなと思いますね。その奈良のねキャンプ場とかもねめっちゃ知りたいよね。知りたいんですよ。やっぱり犬がいて、車も大きくてってなるとなかなか行ける場所とか、あとトイレも綺麗でとか、結構ねひ弱なキャンパーなので。そうで、道志村すごい好きだったのは川キャンプがやっぱり楽しかったりするから、川キャンができるとこも知りたい。富士山の方だと富士山と広い原パーっていう感じが多いから、避暑地のね、そう避暑地の今まで行ってた道志の森みたいな、木がいっぱい森の中川みたいなところも知りたいなと思って。でもあるって言ってたよね。ちょっとピンポイントでは聞いてないので、いろいろ教えていただきたいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。なので、今年はね、2024年はまずは引っ越しから始まるということで、ただ引っ越しの前にですね、実は台湾へちょっと行ってきます。にハオはい、これはなんで台湾へ？これはですね、私が台湾のクォーターなんですけど、クォーターっていうことはおじいちゃんが台湾人そうですですね。4分の1、お母さんがハーフ、台湾の血が入ってるんですけど、台湾にももちろん親戚はいまして、で初めてなんですよね、太郎ちゃんを台湾の親戚に会わせるっていうのは。だからせっかくなんで弟夫婦も行くしお母さんも行くし、だからみんなで行って親戚に太郎ちゃんを紹介したいなっていうのと、台湾もキャンプブームがすごいっていうことなので、せっかくだから、台湾のキャンプ道具を売っているキャンプショップだったりとか、いろいろ巡っていきたいなと思っておりまして、だからその部分については、ちょっと動画を撮ってみようかなと思ってますので、向こうでキャンプをとかっていうのも考えたんですけど、やっぱちょっとねまだ怖いなって思うんで道具もねやっぱいっぱい持ってかなきゃいけないし、今回ねそのハルピンの親戚の方と一緒に行くわけなんで、なかなかこうがっつり荷物持って
じゃみたいなことはちょっとしづらいのもあるからなんか2日くらいちょっともらって自由時間にして、アウトドアショップをね、巡りたいなっていう。スノーピークもねあるみたいで、ああそうなんだよね、そこも見てみたいですし、またオープンしたばっかりという情報があるので、であとはこっちのねブランドさん、日本のブランドさんとかも結構台湾にこれから進出します、出しますっていう人もちょこちょこ聞いたんで、なんかね今後台湾が熱いんじゃないかと思うんですよね、キャンプも。はい。なんでそんな感じの街ブラ的な動画になると思うんだけど、はい。撮ってみようかなと思います。台湾ブランドのやっぱキャンプグッズもちょっと人気がふつふつ出てたりするんで、それもご紹介できたらいいなって感じです。ちょっとまだ撮影をね許可取ってるわけじゃないんで、全部が全部撮れるかっていうとわからないですけど、はい。まあそんな感じで、2024年も変わらず見ていただけたら嬉しいなと思いますので、はい。台湾からね帰ってきたら、引っ越しの準備とかね、あと引っ越した後はまたちょっと簡単なルームツアーとかどんな家なのかとかやっていきますので、ぜひぜひ楽しみにしておいていただけたら嬉しいです。よろしくどうぞ。はい。キャンプももちろんガンガン行きますので、こいつらもお願いします。お願いします。変わらずアウトドアライフ、新たな地方移住のスローライフ、はい、犬との暮らし、はい、そうだね、を2024年もさらに深掘りしていきたいと思っておりますので、この斉藤夫婦のチャンネルはよろしくお願いします。第3章になります。埼玉から始まったんでね、3ができない、はい、第3章埼玉のね、本当に住宅街から始まり、そうだね、脱サラして起業して、その第一幕が川口の埼玉県のお家。そうでね、神奈川ですけどすごく田舎のいい場所に賃貸の借家を見つけて引っ越して、次は第3章静岡バージョンになりますので、はい、またね皆さんに楽しい動画をお届けできればなと頑張りますので、はい、はい、ぜひぜひ今年もお願いいたします。今年もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。ありがとうございました。よろしくどうぞ。斉藤でした。斉藤でした。てんてててててててん合唱。